場所だったからここにしたんですけど。めっちゃ早いんだね、おだんご。色かわいいね。かわいい。でも思ったより軽かった。ちょっとあんまり左すぎてもいいけどいいよね。ここにするし、であれ鍵穴がこういう風にネジがグッてどれぐらいまで下がるかがわかんないんです。大丈夫、ありがとう。違うものあげるけん、それを置いとってじゃあ。くれる。あ、ダメか。降りちゃうか。ここを押してくれ、ギュって。ここギュって。そうそう。いいな。ありがとう。見えるよ。これぐらいかな。めっちゃ可愛いんだけど。位置的にはどう？なんかこれおかしいと思わない？帰ってきた時ちょっとほっこりするんですけど。うん、かわいい。よくそのこうやって重さ的に大丈夫ですか？最初
初だったら多分無理だったけど、はいはいはい。で使うときにそうだね。引っ掛けるところが。人気がこうね。おお。結構今みたいにできる。ちょっとふわふわしてるけど。むずい。高い？でもいいか。多分下に何か欲しくなるんじゃないかな。どこでしょう。うん。ほら上がって。Reckless buds of mine. If I ain't walking into the unknown, I don't care about my problems. I already suddenly living 今度どこするか。今度どこするか。うん、今度こそ。 so I have my ここが変えれないんだよね。 so I have my マニキュアって言わない。中に収納もできる。結構中も入るねこうん、はい。だけど重さが大丈夫だったから、いけると思う。ただメイクしながら使うものを中に入れるっていうよりは。無理だけどネイルとかの方がいい。なるほどね。 for my peace of mind. Reckless buds of mine. If I ain't walking into the unknown, いいじゃん。で、メイクはもう洗ってしまっ I て、 already wrote it. でこれで。 Living in. で So I have my way. 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 I have my めっちゃ可愛い。 大成功だね。うん、すごい。いや、すごいいい。結構頑張ったね今日。頑張った。やっぱその鏡面白いね。だってこれ見たことないつけてる人。嘘。だってIKEA のページでもっとこうなんだろう。これでさ、うん。うん。なんかその商品のページ？はあはあはほら、あ。すごいちっちゃく見えない？確かに。ここがめちゃめちゃ大きいからこんな風には。でしかもなんかもっと薄く見えててここも。なんか実物の方がめちゃめちゃ大きい。確かに。なんかこう見え方とかも、ほら、大きいものがある。うん。かわいい。めちゃめちゃいいよ。めちゃめちゃかわいいじゃん。やったこととかも。
ねよし。はい。まずこのドレッサースペースの主役は IKEA のこの鏡と収納です。こんな感じ。想像してたより大きかったんですけど、なんか画像で見てた時はやばい準備画像で見てた時がこういう見た目だったからもっと小さくイメージしてて、でも少し奥行きがあるものが欲しいなって思ってたから存在感のあるものでこれを選びました。でも想像した以上に大きかったからこのギャップリビングに置いてなさそうな洗面所とかにつけるものを確かにこれリビングに置いてなさそうだね。そうリビングに置くっていうので、そのギャップあんまり人がしないようなのを作りたいなって思ったのでこの鏡を選びました。であとは本当はこの辺にこうガラスのシェルフとか床を使うもの、これはゴミ箱なんですけど床を使ってこうポーチだったりいろんなお化粧品をしまうのがあったらいいですけどスペースがあれば、でもうちがちょっとないのでそういう時は壁付けのこういう収納っていうのが私は便利だなって思って賃貸でもできるような、石膏ボード用のピン使って簡単に取り付けています。コッシーがさっき気づいて何かに似てるなって思ってこの椅子を似てる。確かにそうなんかねこれを買った時はそれは気がつかなかったんだけど、コッシーがすごい好きなので似てるなって色だけじゃなくて形も似てるんですね。そう形も似てるだけコッシーって呼ぶことにこれはしますそうでそうだな、あとはリビングになさそうなものを置きたいっていうのでドレッサースペースって言ったら兄弟なんかこう鏡ドーム棚がついてる鏡とかをおしゃれなやつとかもいっぱいあるんだけど賃貸だからやっぱりこう狭いからこういうのを使う。でも狭いけど目立たせたいものは結構大きめになんでこんな鏡がリビングについてるんだろうってそういうのを狙ってちょっと狙い以上に大きかったんですけどでこういう感じにしてます。これも IKEA で結構音がいいよね。それ可愛いよね。で娘も自分で買いたいって言ってるぐらいすごい音も良くて最近星野源さんの曲をよくこれで聴いてます、みんなで。で、中をちょっと紹介してなかったんですけど、こんな感じになってて耐荷重が何キロだったっけ？5キロとかだったかな、でもしっかりしてて、ただ作る時にかなり苦労しました。ネジをつけるところ、扉を右付けにしたのでこれを左付けとかにもできるんですけど、扉側の上のネジが緩くなってしまって 3,4 回やり直したよね。ママまたやるんって言われながらやりました。で、中はこういう感じで3段になってます。で、下の1段はこういう見えるようになってるので、一番お気に入りのこれバームの一番お気に入りのものです。これがリーカのネイルですね。今つけてる色です。これがネイルと、これはダイソーですで、上の方はネイルのもの、あとは、オイル、アロマオイルですね。無印のアロマディフューザー用のオイルで、一番お気に入りはくつろぎブレンドです。で、あとは最近買ったナップルームさんっていうすごい素敵なハンドメイドのショップを見つけて、これは衝動買いしたトレイです。かわいい。お香とか置いてもいいみたいなんですけど、私はこのアクセサリー、こっちがリングで、
っちはイヤーカフにして使ってます。イヤーカフってわかる？耳につけるやつ。そうそうピアスとかじゃなくてつけられるので金属アレルギーの私でもできますという感じかな、この辺は。であとは実用性っていうところでティッシュ、あ、コテを入れ忘れてる。ここにコテがね入ってるはずなんだけど、ちょっと今日入ってなくて向こうにしまってあって、ちょっと持ってくる。これがねいつもはこういう風にコテがしまってあります。やっぱ引き出し収納とかは便利なんですけど、さっきも言ったけど場所がないので、こういうフックに引っ掛けて、このエコバッグですね、すごい可愛い。どこのなんだろうこれわかんないけど、この色がすごく可愛くて、蛍光っぽいんだけど薄い蛍光で、オレンジとピンクの間みたいな色がすごいお気に入りの、圧迫感がないようなメッシュの素材もすごい気に入ってます。ここからコテを取り出して、でこの下にちょっとまだね今改良が必要なんですけど、こういう感じで延長コードがあるのでここで使います。今ちょっと使わないけど、こういう風にしてここに置けるようになってます。でこのトレイも最初つけるかすごい悩んで、ここでもいいかなみたいな、こっち側だよね。この鏡の下についてる一番下の段にこうやってポーチとか置いてもいいのかなって話をしてたんですけど、撮りたい時に手が当たっちゃう、でメイクする時にこういう風に少しこう動ける位置でしっかりこう動作ができるっていうのでここをやっぱりつけることにしようと思ってつけました。あとはお化粧してるとやっぱりティッシュ、手を拭いたりとかお化粧を直したりとかっていうのがいるので、ちょうどこのトレイの下に入るような形でこのジータのゴミ箱、ここで使って捨てられるっていうのをここに置いてます。だから可愛いけど一応その機能性っていうのも両立したくて、かなり悩んでやったよね。でもその甲斐あってめちゃめちゃ可愛いスペースになったと思ってます。でこのライトはちょっとショートで動画を上げようと思ってて、これはインスタグラムの方の依頼をいただいて送ってもらったものです。このアカウントのショップさんから送っていただいたライトです。でちょっと調光ができないので割とライトが強めなんですけど、クリップライトで光らせてまた要調整っていう形で今ここに入っています。ランプ自体があたかも光ってるんですけどねそれちょっと光が強く欲しいときはこれをしていいと思うんだけど、もうちょっと今いらないなっていうときはちょっとこっちで、いや本当にいらないときはこういう感じで調整をして使おうかなと、うまいって言われたよね。そう自然だったこのシェードがクリア素材で、指紋がつきやすいっていうのはあると思うんですけど、もともと触らない場所なので、こうやって触るものだと結構薄とかって指紋が目立っちゃうことがある。これはこういう形でしか動かさないので、このクリア素材のいいところが出てるかなと思います。それぐらいだったかな。言いたいことをちょっとまとめてた。そう、水回りが洗面所じゃないので水回りがない。一軒家だったらやっぱり同じところにお水とかがあったりすると思うんですけど、一番最初に顔洗ったりするのは洗面所でやってます。でもやっぱりこのドレッサースペースっていうのがものすごく女性にとってはテンションが上がる。私にとってはそういうもので、以前このシェルフの前のところに鏡を貼ってドレッサースペースにして、ここで椅子でこうやって座ってなんか鏡
でこういう風にしてたんですけど、模様替えをして窓になっちゃったんだよね。でここはプロジェクターが映るので絶対使えない場所ってなった時にどこに作ろうかって思って、ここ余ってる場所だったからここにしたんですけど、やっぱりドレッサースペースって憧れがあって、で賃貸でもすごいテンションが上がる場所。今上の子が12歳で、もう洗面所にいる時間がすごい長くなってきてて、分散するっていう意味でもドレッサースペースが欲しいなって思って、めちゃくちゃ頑張って出来上がりました。頑張ったね。頑張った。でただやっぱり家を建てたいなっていう思いもあるので、これはちょっとその時の家には持っていこうとこれリビングにあったら可愛いよね。可愛い。だからすごい活かせるようなものを買うようにはしてます。可愛い。ちょっと今回は試験的に喋ってこう説明するっていうのをちょっとやってみました。またコメントとかでもちょっと聞いてみたいこととかわからないこととかもしあったら気軽にコメントしてください。ありがとうございます。ありがとうございました。